皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。皆さん今日もお元気でしょうか？私は元気です。今日は2025年5月26日の月曜日です。1週間が始まりました。私はちょっとどんよりした気だるい感じがあります。というのもね、最近雨が多くて5月末なのに寒いんですよ。なんかひんやり寒くて、今20度だけど体感16、7度ぐらい、20度もいってないんじゃないっていうぐらいのひんやりと寒い感じで、最近のこの5月の天気に比べると寒いですね。5月ってもっと暑くてもう半袖着てるような天気なんですけど、今日は私長袖を着ています。皆さんはお元気でしょうか？今日は日本語の使い方の話です。今日はちょっと日本語を教える回になるかなと思います。というのも、先日生徒さんと話している時に、生徒さんがね、多分前に日本に来て食べた美味しかったものを紹介してくれたんですけど、その時にたくさん年前に日本に行った時にレストランに行きましたと話してたんですね。たくさん年前に日本でレストランに行きました。たくさん年前にわかるんですよ。意味はわかります。とてもとても前ってことですね。ただ、これはおそらく英語からの直訳ですね。たくさん、many、年、years、前、ago、many years ago、たくさん年前にと訳してしまうのはわかります。ただ、ちょっと自然じゃないんですよね。なので今日は many の皆さんがよく間違えるかもしれない使い方についてお話しします。さっき言った many years ago は、いくつか言い方があるんですけど、さっき私が言ったみたいな前とかずっと前、ずっと前って言うとすごく前という意味が含まれますね。とか、何年も前、何年も前という言い方もします。それとか、私はね、昔っていう言い方もよくします。昔というと、その自分が生まれる前とか、もっともっと歴史的な話みたいな時にも使えるんですけど、私がまだ小さかった時みたいなニュアンスで昔というふうに言えます。例えば、ずっと前だと、ずっと前にテイラー・スウィフトのコンサートに行きましたとかね。もう私もテイラー・スウィフトのコンサート行ったのももう10年以上前かな。なのでずっと前にテイラー・スウィフトのコンサートに行きましたとか、何年も前にシンガポールに行ったことがありますとかね。何年も前にっていうのが一番 many years ago の直訳に近そうですね。で、あとは昔子供の頃アニメをよく見ていました。昔アニメをよく見ていましたというと、もっともっと前な印象があります。これは使い方、文脈によってニュアンスを掴んでいくのがいいですね。あともう一つ今日ご紹介します。それが many times。 many times。 これもたくさん回と言ってしまう人がちらほらいます。たくさんの時とか、たくさん回、という言い方する人がいますね。これもいくつか言い方があります。一つは何回も、何回も。
もう一つが何度も、何度も、何回、何度、同じ意味ですね。あとこれちょっとニュアンスが違うけど同じように使えるのがしょっちゅう、しょっちゅう。これは頻度を表すものなので、1週間の間に何回も何回も何回もしますみたいな頻度が高いものをしょっちゅうとか言いますね。例えば私ストレイキッズという K-POP アイドルが好きですごい中毒性がある音楽なんですよね。だから一度聴くと何回も聴きたくなる歌がたくさんありますとかね、何回も聴きたくなる歌とか、最近ちょっと寒いからか何度もトイレに行きたくなるんですちょっと汚いかな。はい、何度もトイレに行きたくなるんですよとか。私実家が大阪で、和歌山からそれほど遠くないのでしょっちゅう大阪に帰っています。しょっちゅう大阪に帰っています。はい、こういった言い方が、many times と言いたい時の自然な表現ですね。はい、今日は many の使い方、many の自然な日本語での表現の仕方をお話ししました。ぜひぜひこういったワードを使って日本語の会話をもっともっと自然にね楽しんでください。で、間違えることは全然悪いことじゃないです。たくさん年前って言っても私たち分かります。はい、これが言いたいんだろうなっていう意味は分かりますから、間違えることを恐れずにたくさんまずは知ってる日本語で話していってください。で、私のプライベートレッスンではそういったちょっと自然じゃないような表現を見つけたら、こういった言い方がありますよ、自然な表現こんなのがあるよっていうのを教えていけますので、ぜひ気になる方はプライベートレッスンチェックしてください。概要欄にリンクを貼っています。はい、では今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんにとって日本語日和になりますように。またね。